今回はマーベル VS カプコンコレクションで復活したパニッシャーをプレイしていきます。懐かしい。マーベルなので版権がややこしかったんだと思うわ。マーベルの人気が上がったしな。当時はニック・フユーリーも知らなかったわ。昔流行ったベルトアクションです。ベルトアクションの基本は敵に挟まれないことです。一面は簡単なので適当にやってもいいです。回復するアイテムも量産出るしな。まずはここで慣れておいてください。ここで操作を軽く紹介します。ピザが出たで。レバー2回でダッシュができます。ダッシュ中ジャンプの最高地点ぐらいで攻撃で流星キックができます。これが重要やで。重火器を持っている敵が出ると勝手に銃を撃ちます。連射音なら撃つだけで倒せるで。パンチ連打中その方向にレバーを入れるとフィニッシュが前進しながらアッパーになります。パンチ攻撃中下レバーでその方向にしょい投げができます。パンチ攻撃中エレバーで逆方向に投げをします。他のゲームと違って持てるアイテムは場面が切り替わっても持っていけるで。下から上レバーでサマーソルトキックみたいなのができます。右下の B× の回数だけ手榴弾が投げれます。ジャンプ中 AB 同時押しやで。チートぐらい強いので積極的に使ってもいいです。9個まで持てるんや。ボススカリー、結構気を抜くとやられます。ダウンさせた高流星キックを重ねるのが有効です。ダウンにパンチを重ねるのもええで。ダッシュ中は当たり判定が小さくなっています。できるだけ流星キックがいいです。このゲームは武器の攻撃力が強いので使ってもいいです。流星キックを当ててまた起き上がりに当てます。画面端に敵を固めてパンチ連打でもいいです。Y 軸が合うとどのボスも危険なので上下に避けてください。流星キックは無敵はないのでアッパー等対空を持ってる敵には注意です。基本流星キックで勝てるで。なっちゅうちょなく。なんやこのプールの下水は。2面ぐらいから敵が強くなってきます。手榴弾が出るので忘れずに取りましょう。基本の挟まれないように敵をまとめましょう。斧とハンマーは威力が高いので使うといいです。進みすぎると敵が出ます。ナイフは近い間合いだと連切りできますがやめておいた方がいいです。空手家2人を斧で優先的に倒します。空手家の体力を減らすと楽です。くのいちは強いので注意です。かわいいけど変な構えやな。ソニックブームにも注意してください。くのいちが近くに現れたら捕まることがありますがレバーガチャで逃げれます。この後回復がありますがあまり回復しないのでここでダメージを食らわないようにしましょう。ちょっとやられすぎやな。ここは連射するだけです。これからも10モードありますが挟まれないように連射です。ここの扉は開けたらその場で待機です。動いてはダメです。いやらしい回復。ダッシュストレートすると回復できない時もあるので注意です。ここでは火炎放射器をダウンで落としますが後の方では倒すまで離さないので注意です。次のボス戦ではピザ8つ切りしか回復がないので注意です。ピザ4つ切りは体力 30% 回復、ピザで 60% 回復。計算が合わないやんけ。このハンマーは持っていけたら持っていきましょう。捕まえてジャンプ中下レバー攻撃でイズナ落とし。ボスガードロイドです。敵のあるやつやられてるやん。こいつは攻撃が速いので武器を持ってる時は1回攻撃して避けます。
ジャンプで大きく移動した時は自信はありません。ジャンプ後しゃがみ込んで降りてきた時は自信があります。弱そうやけど強いで。爆弾や武器を使った方が楽ですね。武器は攻撃力も高いのでおすすめです。これが自信でダウンするジャンプです。体力は自信では減りませんがガードロイド本体に攻撃判定があります。時間がかかっても安全に2回攻撃して避けるで倒せると思います。ビームの時も注意しながら攻撃します。欲張ってやられとるわ。武器を持って安全に戦うのもありです。パンチでも1回攻撃ならあまりやられることはありません。もし自信でダウンした時は上下どちらかに移動してください。高確率で自分めがけてジャンプします。ジャンプ攻撃は結構体力減ります。残りこのぐらいの体力でビームを出した時は攻撃チャンスです。ガードロイドとは5面で再び戦います。5面では少し強化されていますがもっと慎重に戦えば同じように倒せます。槍は突き抜けていくので敵が多い時は有効です。スクロール方向じゃない方に投げるとなくなるで。スクロール方向なら槍が落ちてます。腕が壊れた時は2面ガードロイドの時は畳みかけて倒せます。今回はジャンプ攻撃に当たってしまいました。やられかけとるやないか。慎重に戦えば勝てると思います。ここでラスボスがキングピンなのが分かります。ただのデブやで。ハメがあるので楽に倒せます。ここは進まずに車を壊すと敵が出てこなくなりますが出ても弱いのでどちらでもいいです。運転手も得とる。連射のみです。真ん中のドラム缶を持ち上げてそのままガスに当てます。失敗してもいいです。ブーメランは帰ってくる時も攻撃判定があるのでなくさないようにしましょう。スカリーの弱いバージョンです。雑魚と挟まれないようにしましょう。流星キックや軸ずらしのパンチ等で戦います。結構ここは難しいので武器を活用してください。ガードされて距離が離れたら軸を変えて逃げます。武器はガードされる時がありますが有効です。次は銃モードです。挟まれないように投げたり誘導してから撃ちます。増援が来ても気にしません。ここでマシンガンを持って行ってください。進んでから後ろの敵を投げます。ここで手榴弾マックスです。ナイフも出てくるので右にまとめます。まとめた後マシンガンで倒します。次にターミネーターとくのいちが出てきます。武器でくのいちにダメージを与えられると楽です。ここも挟まれないようにします。Y 軸をずらして銃を撃ちます。Y 軸があったらずらします。ターミネーターに捕まってもレバガチャで逃げれますがパンチはダメージを受けます。落ちた頭は爆発します。ターミネーターは体力回復を落とします。プリン 10% チーズに 10% 回復。こ
こはスクロールが逆になります。バトルアックスはボスまで持っていきたいですがなくてもいいです。ここは壁にまとめると簡単です。ボス前に回復があります。まあ適当にしても大丈夫です。ここで斧を投げておきます。壁に押し込んでパンチで倒してください。投げをかわす時もあります。ここも壁にまとめると楽です。背後に回られたらすぐ戻します。フランクフルト回復 40% でした。外れだな。離れて倒すと回復が取れない時があります。40% 以上回復してないか。ボスボーンブレーカーです。最初にそのまま斧で攻撃してからすぐに流星キックか斧を投げます。その後画面から消えるまで流星キック。ロケットはボスの近くにいると当たりません。流星キックでボスの背後から攻撃すると安全です。銃モードで攻撃するよりもパンチの方がダメージがあります。離れたら流星キックで攻撃して近づきます。ここには手榴弾がありますので使ってください。ターミネーターが出てきたら回復が出るので倒したいです。軸をずらしながら銃を撃ちます。ボスと横軸が合うと突進してくるので気をつけてください。かなり強いのでもし倒されそうなら手榴弾を連発してもいいです。倒されると手榴弾は3発になってしまいます。このぐらいの体力になれば手榴弾連発でも倒せます。後で手榴弾はたくさん出てくるので最悪全部使ってもいいぐらいです。かなり危なかったですね。手榴弾残り7つならかなり余裕。ここはやられてもよしとしていいです。ボーナスステージはただ撃つだけ。1個ミスったな。どんな地下やねん。最初は銃モードで撃つだけ。ここで手榴弾が出る時もあるで。ここは武器は持たない方がいいです。ここから本番。ここに陣取るとくの位置のつかみ攻撃しか食らいません。捕まったらレバガチャ。連打で終わります。ちなみに後ろのタンクも壊せます。
このバネみたいなのに攻撃すると少し時間を置いて爆発します。これを壊してから上に陣取ると安全地帯です。この面は簡単やな。ベルトアクションは背後を取られないのが鉄則です。いい足だな。ここの段が結構厄介なのでナイフに当たらないように注意してください。こんな風に足を攻撃されます。ここで攻撃してれば敵の攻撃はほぼ当たりません。最後の敵を倒すとき左の方にいてください。扉のナイフをまとめます。危ない。あの肉は体力全回復です。ボスブッシュは赤です。こいつは上の狭いところで戦います。ここで戦うと回り込まれにくいです。一方向に敵をまとめるのが理想ですが微妙な距離なので敵も背後を取ってきます。動画では少し失敗していますが一方向にまとめてください。攻撃を食らいそうならメガクラッシュ。ナイフ連打も狙ってはいません。背後がガラ空きになるからです。でもいいダメージソースです。微妙な広さなので敵が背後を取ってきますが下の広いところで戦うよりマシです。こいつのパンチ連打はメガクラッシュで避けてください。危なくなったので手榴弾でとどめを刺します。めっちゃ弱そうやん。ここは雑魚を丁寧に倒していきます。注意する敵は火炎放射器持ちです。ここからは先ほど述べたように倒さないと火炎放射器を落としません。上の扉も美女がいないので開けなくてもいいです。ガンモードで撃つだけです。
ここは武器も活用していきましょう。斧やハンマーは敵の攻撃力も高いので注意です。挟まれないようにします。ダウンに攻撃を重ねるのもいいですね。キャプテンコマンドと違い武器を前を向いたまま持っていけます。空手家を先に倒せるといいです。ここで早いうちに火炎放射器を倒したいです。武器連打も有効ですね。別にいらないので使っても大丈夫です。逆に火炎放射器を持っていかない方がいいです。動画では持って行ってます。スカリー系2体です。壁に2体まとめて攻撃するといいです。火炎放射器は邪魔でしたね。壁にまとめて攻撃します。距離が離れた時はダッシュストレートで近づきます。ちょっとやられましたがターミネーターが出るので回復を期待しましょう。マシンガンは真横しか弾は飛びませんがガンモードの弾は少し斜めにも行きます。ですのでガンモードで戦います。軸をずらしながら撃ちます。鉄パイプを取ってしまいました。チーズが出ました。めんどくさかったら手榴弾使ってください。ちょっとやられすぎですね。顔は落ちると爆発するので気をつけてください。ここも雑魚を丁寧に処理します。途中ドラム缶から運がいいと回復アイテムが出ます。ドラム缶の出てくるところを動画で覚えてください。最後にマンモス肉が出ますのでここでやられないようにしましょう。ここでドラム缶ダッシュミス、回復アイテムなし。この茂みから敵が出ます。このゲームでは画面外攻撃はだいたい避けられて後ろに回られます。他のゲームからの対策ですね。挟まれるとこんなようになります。非常に危ないですね。このような時は手榴弾を使ってください。何度も言いますがやられると手榴弾3発になります。なんとか粘りました。回復運がないですね。
ここはガンモード打つだけ。挟まれないと問題ないです。回復運なしですね。しかもミス。やられる前に肉を食べます。本当はくのいちを倒してから食べます。ここで手榴弾マックス。変な走り方やな。ここはガチンコ勝負です。ですので本当はくのいちを倒してから肉を食べるのが理想です。まあ横軸をずらしておくとあまりやられませんが、危ないと思ったら手榴弾を使っていいです。次の面の最初の方で3個手榴弾出ます。ボスガードロイド2です。雑魚に危機を倒してガードロイドの体力を減らすとターミネーターが1体出てきます。最初にガンモードで雑魚に体を処理します。離れてるとジャンプ攻撃や突進してくるので気をつけてください。雑魚のマシンガンでダメージを稼ぎます。背後から撃つと比較的安全です。2面の時より早く攻撃してくるのでより慎重に攻撃します。2回攻撃よけで安全に倒せます。動画では3回攻撃ぐらいになってます。より慎重に攻撃してください。基本的な攻撃は前と変わりません。ちょっと早いぐらいですかね。より安全に行くなら自分が動かずにパンチ連打でガードロイドが当たりに来るのを待って2回パンチが当たったら避けます。慎重に行きます。ジャンプがわからなかったらとりあえず飛んで避けましょう。ターミネーターを先に倒します。回復はこの戦いではこれだけです。あとは慎重に攻撃してください。この次の面で手榴弾が3発確実に手に入るので使うのもありです。2面でもやるのですが、これがジャンプフェイントの攻撃です。分かりにくいのでやられかけの時は無理せずに手榴弾で攻撃してください。ギリギリのところで戦ってます。しつこいですが次の面で手榴弾師に入ります。なんとか倒しました。最終ステージやな。めちゃくちゃするな。最初は挟まれないようにガンモードで撃ちます。壁を背にするといいです。ガンモードが終わって進むと手榴弾が拾えます。流星キックで壊してすぐ戻ります。
ここで手榴弾を投げる敵を攻撃すると手榴弾が拾えます。3個拾えてこの後も手榴弾出ます。ですのでここまで手榴弾をケチらなくていいです。ここの槍を取って投げておかないと敵に取られて投げられます。ここでほぼ安全地帯です。槍は貫通するので割と使えます。手榴弾が余ってるので使った方がいいですね。火炎放射器が邪魔です。最終ステージなので手榴弾を惜しみなく使いましょう。くのいちが出てくるガンモードです。ここは植木から回復アイテムが出るので少しやられても大丈夫です。ですが挟まれないようにガンモードが安全です。マンモス肉別名あの肉。捕まってもレバガチャで逃げれます。ターミネーターに捕まってもレバガチャです。軸ずらしガンモードでやられません。ここはスカリーよりも火炎放射器の方が強いです。手榴弾も余ってるので使う方がいいです。これだけ当たると気持ちいいですね。やられすぎました。非常に危なかったですね。回復があるので助かりました。もっと手榴弾使ってもいいです。ケチってラスボスに使うのもいいですが、壁に向けたら終わりです。これは取ってはダメです。時間モードです。近くの爆弾は拾って投げます。あとは撃つだけです。近くの爆弾だけは投げてください。
ここに陣取って安全地帯です。ここで斧を持っていきたいですね。スクロールで戻れるか確認してます。無理です、食べてください。空手家に斧でダメージを与えつつターミネーターに準備します。ここも火炎放射器がうざいです。なんかぐちゃぐちゃになりましたね。手榴弾いっときますか。ここも挟まれないようにして。挟まれるとすぐ死んでしまいます。いよいよ雑魚の最後です。スカリー系とくの1です。もうここは手榴弾ぶっぱでいいです。こいつからも手榴弾出ますよ。キングピンはあまり手榴弾いらないので4つもあれば十分です。ダサいラスボスやな。とりあえず捕まえます。投げます。ダッシュして捕まえます。失敗して雑魚を捕まえても気にしません。すぐに捕まえますが壁の方に投げてはキングピンがダウンしないので捕まえられません。壁とは逆方向に投げましょう。投げたらダッシュで捕まえます。できるだけ雑魚を捕まえないようにしましょう。雑魚を捕まえないために離れすぎました。失敗したらパンチ投げかまた捕まえに行きます。雑魚でキングピンをダウンさせて捕まえるのもできます。パンチの途中でカウンターしてくることもありますが、それは仕方ないことです。結構ミスってますがうまいことリカバリーできてます。ちょっとうまくいきすぎてる感はあります。基本は投げはめです。このぐらいまで削ったら手榴弾でとどめです。こんな感じですかね。いかがでしたか。20年ぶりぐらいでしたので攻略を思い出すことができませんでしたが、なんとかクリアしました。残機も残ってるので苦手なところでやられても大丈夫かと思います。コンティニュークリアではなく一度ワンコインクリアしてみてはいかがでしょうか。マーベルカプコンにパニッシャーが入ってるとは思わずスタートが遅れました。ノーマルレベルだと誰でも楽しくクリアできると思います。もう少し手榴弾の使いどころを確立すればよかったかと思いますが、こんなところですかね。ここからはエンディングやで。